ピアノの産業史、産業革命が生んだ怪物。はあ、ピアノの音って癒されますね。優雅で、繊細で、まさに楽器の王様って感じです。ガク君、その優雅な箱の中身が実は重工業の塊だって知っていますか？重工業？鉄工所みたいなことですか？はい。ピアノは木でできた家具ではありません。産業革命が生んだ鉄と鋼鉄の精密機械なんです。蒸気機関車や自動食器と同じ19世紀のハイテク製品の生き残りなんですよ。蒸気機関車と同じ？あんなに芸術的なのに。今日はピアノという楽器を工業製品として解剖してみましょう。その優雅なボディの下に隠された凄まじい物理エネルギーの話です。まずピアノの蓋を開けて中を見たことはありますか？金色の大きな板が入ってますとね。あれはフレームと呼ばれる鋳鉄の塊です。なぜあんな巨大な金属の板が必要だと思いますか？音を響かせるため？いえ、爆発を防ぐためです。爆発？ピアノには約に130本の弦が張られていますが、その弦が引っ張る力、張力の合計はなんと20トンにもなります。20トン？アフリカゾウが3頭ぶら下がってるようなもんじゃないですか。そうです。もしフレームが木製だったら、弦を張った瞬間にバキバキに折れて木片とワイヤーが飛び散る凶器になります。昔のピアノ、チェンバロなどは木製だったので、強い張力に耐えられず音量が小さかったんです。しかし19世紀産業革命で発達した鋳造技術が導入されました。大砲や蒸気機関のシリンダーを作る技術を転用して20トンの圧力に耐える鉄の骨格を作ったんです。ピアノの中身は実質大砲と同じ素材だったのか。実はこの鉄のフレームへの進化を加速させたのはある有名な作曲家だと言われています。誰ですか？ベートーベンです。彼は難聴のストレスもあって当時の貧弱な木製ピアノをバンバン叩いて演奏中に弦を切りまくっていたそうです。破壊神だ。もっと大きな音を、もっと頑丈な機体をという彼の情熱的な要求、クレームがメーカーを技術革新に駆り立てた一因だとも言われています。天才の無茶ぶりが産業を進化させたんですね。次にすごいのが鍵盤の仕組みです。鍵盤を押すとハンマーが弦を叩くシーソーみたいなもんですとね。そんな単純なものではありません。もしシーソーだったら鍵盤を押し続けている間、ハンマーは弦に押し付けられたままになります。それじゃあ音が響きません。ベチッで終わりです。あ、そうか。叩いた瞬間には慣れないといけないんだ。そこでスケープメント、脱進機という複雑なリンク機構が使われています。鍵盤を押し込む途中でハンマーを跳ね上げる力をカクンと抜く仕組みです。これによりハンマーは慣性だけで飛んでいき、弦を叩いた瞬間にバウンドして戻ってきます。たとえ鍵盤を押しっぱなしにしていてもです。へえ、指の動きとハンマーの動きを切り離してるんですね。さらにダブルエスケープメントという進化版では鍵盤が完全に戻りきる前に次の打鍵ができるようになりました。これによってトリルや連打といった超絶技巧が可能になったんです。ピアノの中には木とフェルトと金属でできた部品がなんと8000個以上も詰まっています。自動車の部品が約3万個ですから楽器としては異常な多さです。これはもうアナログコンピューターですね。足元のペダルにも驚くべきメカニズムが隠されています。左側のペダル、ソフトペダルを踏むと音が小さくなりますよね。あれ、中で何が起きていると思いますか？ハンマーが優しく叩くようになるとか？いいえ、グランドピアノの場合、鍵盤とハンマーのアクション全体が右にずれるんです。中身が動くんですか？はい。通常ハンマーは3本の弦を同時に叩いていますが、全体が数ミリ横にずれることで2本しか叩かない状態にするんです。叩く弦の本数を減らすから音が小さく柔らかくなる。これをコルダ1本の弦と言います。物理的に位置をずらして音色を変えるなんて大胆な発想ですね。フレームの下にある響板、サウンドボードも高度な木工技術の結晶です。ただの木の板じゃないんですか？弦の振動を空気に伝える巨大なスピーカーです。実はこれ真っ平らではなく中央が少し盛り上がったクラウンと呼ばれる形をしています。太鼓橋やドーム建築と同じアーチ構造です。弦の圧力に反発する力を持たせることで振動の伝達効率を極限まで高めているんです。楽器の中に建築技術まで使われているのか。この複雑な機械を世界に広めたのがアメリカのスタインウェイです。彼らはピアノ作りを職人芸からシステム工学に変えました。それまでは一台一台現物合わせで作っていた部品を厳密に規格化したんです。ネジ1本まで同じサイズにすることで修理や交換を容易にし、
大量生産を可能にしました。まさにアメリカの合理主義ですね。フォードの自動車工場みたいだ。現代のグランドピアノの形は19世紀に彼らが完成させたものなんですよ。100年以上モデルチェンジしてないってことですか？完成度高すぎ。そして日本ヤマハの創業者ヤマハトラクスの話も欠かせません。彼はもともと時計や医療機器の修理人でした。ある日小学校のオルガンが壊れて修理を頼まれたのがきっかけです。構造を模写して自作しようとしましたが、最初は調律がズレズレで笑い物にされました。そこで彼は音楽理論を一から勉強し直し、ついには世界的なピアノメーカーを作り上げました。エンジニア魂ですね。ヤマハの強みは戦時中に航空機のプロペラを作っていた木工技術です。狂いのない木材加工技術がピアノの鍵盤やボディに応用されたんです。さらに金属加工の技術は後にバイクのエンジン作りへとつながっていきます。ピアノとバイクが親戚だったとは、技術の系譜って面白いな。ピアノの調律にも興味深い物理法則があります。ストレッチ、チューニングです。実はピアノの鍵盤は高音に行くほど理論値よりも高めに調律されているんです。ドレミがずれてるってことですか？はい。ピアノの弦は太くて硬いため、インハーモニしていという現象が起きます。倍音の周波数が理論よりも少し高くなってしまうんです。だからそのずれた倍音に合わせてオクターブ上の音もわざと高くしないと人間には濁って聞こえてしまうんです。物理的なズレをあえて別のズレで補正してるのか。そうです。完璧な計算よりも人間の耳にとっての美しさを優先しているんです。現代では電子ピアノも普及していますが、なぜアコースティックはなくならないんでしょう？やっぱり生の音がいいから。それもありますが、演奏者へのフィードバックが違うんです。アコースティックピアノは弦の振動が指先から骨を伝わって奏者の体全体を震わせます。20トンの張力を解放するエネルギーを全身で浴びながら演奏しているんです。電子ピアノではその物理的な衝撃までは再現しきれません。なるほど。猛獣の手綱を握ってるような感覚なんですね。そうです。ピアニストは優雅に見えて実は巨大な機械と格闘しているアスリートなんです。ラフマニノフのような激しい曲を弾くと1回のコンサートで数キロ痩せると言いますからね。今日はピアノの三拍子についてお話ししました。優雅な音楽の裏には鉄工所の熱気とエンジニアの執念があったんですね。ピアノを見る目が変わりました。ただの楽器じゃなくて鉄の塊に見えてきました。今度ピアノを聴くときはその奥にある20トンの張力と部品の動きを想像してみてください。音がより一層力強く聞こえるはずですよ。皆さんはピアノのどの部分に魅力を感じますか？音色？形？それとも複雑なメカニズム？ぜひコメント欄で教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。